こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は助成金補助金としての外部研修で効果的に従業員のスキルアップを目指す事業外スキルアップ助成金について解説をしていきたいと思います。最近は人手不足がどこの業界でも深刻化をしているという状況の中で、従業員一人一人の生産性を高めていく、業務効率化をするといったところが求められている状況ではあります。それを後押しするような形で東京都におきましては、スキルアップ支援事業というのを掲げておりまして、そのうちの一つが今回ご紹介をする事業外スキルアップ助成金というものになります。今回の概要ですけれど、まずは中小企業において教育研修費どのくらいかけているのかといった金額、そしてその推移について見ていきたいと思います。今回ご紹介をする事業につきましては、東京都がスキルアップ支援事業ということで支援をしている内容のうちの一つということになりますので、まずはスキルアップ支援事業の概要について見ていった中で、その中の一つであります事業外スキルアップ助成金とはどういうものなのか、申請対象者は、対象となる訓練はどういったものなのか、対象の経費、そして助成額について見ていった上で、最後に注意点とまとめということになります。まずは教育研修費用の推移について見ていきたいと思います。これは2024年度のデータになりますけれど、2023年度の調査結果によりますと、教育研修費については1人当たり32,412円かけていたものがですね、2014年の調査結果によりますと、1人当たり34,606円ということで、2,194円増額をしていて、3年連続増加という状況になっております。この傾向は今後も続くと見られておりまして、コロナ前においては2019年従業員1人当たりの研修費用というのが35,628円ということでしたので、その水準にだんだん近づいてきている。また今回の調査結果におきましては、すべての企業規模で前年比増加ということになっておりますので、大企業のみならず、中小・小規模企業においても従業員に対しての教育研修に力を入れ始めているということがわかるかと思います。では、どういうところに教育研修かけているかと言いますと、やはり階層別でいきますと、新入社員研修ですとか、中堅社員研修といったところはあります。またその他にですね、近年キャリアプランというのが重要になってきておりますので、キャリアデザイン、ライフプラン教育といったところの研修も実施をしているところが多くなってきているといった状況です。そんな中で東京都におきましては、継続的にスキルアップ支援事業というのを行っております。この中には全部で4つ、助成金があります。事業内スキルアップ助成金、事業外スキルアップ助成金、DX リスキリング助成金、育業中スキルアップ助成金の4つになります。今回ご紹介をするのは、事業外スキルアップ助成金ということで、職務のスキルアップのために公開研修を利用して実施する研修に対して支援をするものということです。他にはですね、事業内スキルアップ助成金ということで、社内で研修を企画をして実施をする場合には、事業内スキルアップ助成金。また、従業員のリスキリング、DX 化を推進するための研修に対しての助成金として、DX リスキリング助成金というのがあります。また、最近は育児休業取得、女性は以前から高い水準ではありましたけれど、男性の育児休業取得率というのもどんどん上がってきているという中で、多くの会社で男性女性問わず育児休業を取得する方が増えてきているということで、育業中スキルアップ助成金、こちらにつきましては、従業員本人が希望をした場合においてですけれど、育業中受講するスキルアップの研修に対して支援をするものとなっております。いずれもですね、他の動画でもご紹介をしておりますので、そちらをご覧いただければと思います。今回ご紹介をする事業外スキルアップ助成金ですけれど、こちらは中小企業等
もしくは小規模企業というところで、申請対象という形になっております。中小企業につきましては、業種別でその資本金または出資総額、もしくは常時使用する労働者、いずれかが該当する場合という形で、中小企業等という形になります。さらにですね、業種別において、従業員数が一定数以下の場合は、小規模企業というカテゴリーに区分されまして、支援をしていくということになります。中小企業等と小規模企業で分ける理由はですね、この規模によって、あとは従業員の雇用形態によって女性割合が変化をしていく。特にですね、小規模企業においては女性率が優遇されているということになりますので、小規模企業ほど研修をすると女性率が高くなるということになっております。その他に申請対象者としてはですね、都内に本社がある、もしくは主たる事業所、営業所があること、もしくは、都税の未納がないことですとか、支払っている賃金が最低賃金以上であることなどの要件もありますけれど、まずは会社の事業規模を判断をしてほしいと思います。こちらはですね、企業規模で判断をして助成率が変わるのは、事業内スキルアップ助成金と違うポイントになりますので、事業内スキルアップ助成金の方も確認をしてほしいと思います。そして、この事業外スキルアップ助成金ですけれど、対象となる訓練についての要件というのが全部で13項目列挙されております。その中で主要なものをピックアップをしてご紹介をしていきたいと思います。全項目の中の4番目になりますけれど、受講者の職務に必要な専門的な技術、知識の習得、向上、そして専門的な資格の取得を目的とする研修であることといったところ。そして5番目として通常の業務と区別ができるオフ JT であること、すなわち通常の業務から離れて研修を受けるということになります。また7番目としては業務命令として労働時間内に研修を行い、その部分の所定の賃金を支払うこと。また11として1研修あたりの総研修時間数が3時間以上10時間未満であることということで、比較的小型な研修を想定をしている。では10時間以上の少し大きな研修の場合というのはですね、人材開発支援助成金というのが逆に10時間以上が要件になっておりますので、その場合は人材開発支援助成金の方の検討をしてほしいと思います。また12番目としては、受講者の受講状況に関して教育機関の証明を受けられることということで、参加証明ですね、それが発行されることというのが条件になっております。これらの要件を満たしたものが対象訓練として認められるということになります。そして、その対象経費と助成額につきましては、対象経費につきましては、受講料、教科書、教材、そして研修に付随する登録料や管理料といったものが対象になっております。そして、助成額につきましては、事業内スキルアップ助成金は賃金助成でしたけれど、こちらの事業外スキルアップ助成金は経費助成で賃金助成はないということになっております。そして、原則2分の1というのが助成率になっておりまして、上限は25,000円ということになりますが、企業の規模として小規模企業者、もしくは非正規雇用、こちらはですね、非正規雇用労働者が助成対象受講者全体の2割以上を占めた場合には、非正規雇用の特例というのを受けることができて加算になりますので、その場合は助成率は3分の2に引き上げという形になります。したがって2分の1もしくは3分の2が助成額と助成率ということになります。そして申請にあたっては計画申請はですね、研修実施の1ヶ月前に申請をすることということになっております。そして申請方法につきましては郵送と J クランツがありますので、いずれかの方法を選択してほしいと思います。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、この事業外スキルアップ助成金につきましては e ラーニングも可ということになっております。事業内スキルアップ助成金は e ラーニングが不可でしたけれど、こちらの事業外スキルアップ助成金は e ラーニングも可になっておりますので、検討してみてください。そして、
助成金の支給総額になりますけれど、こちらは今回の事業外スキルアップ助成金と別の動画でご紹介をしている事業内スキルアップ助成金と合わせて1企業あたり150万円ということになっております。この150万円に達するまでは何回でも複数への申請が可能となっております。そしてですね、スキルアップ関連の助成金としてですね、この事業外スキルアップ助成金については、小規模な企業、そして非正規が多い業種においては、助成率が引き上げになっておりますので、非常におすすめと考えております。このスキルアップ支援事業を上手に活用していただいて、業務効率化、生産性向上を図ってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。